3D プリンターを購入しました。ひたすら造船するのも楽しいですが、せっかくなら何か面白いものを作りたいところ。前々からペットボトルキャップを玉にするボトルマンが気になっていたので、これを参考にキャップを飛ばす銃を作ろうと思います。とりあえずボトルマンを買ってきました。構造としては樹脂のバネとキャップを押す棒があり、樹脂バネの変形を利用して力をためキャップを加速する仕組み。地上、短距離では十分な威力ですが、空中で遠くを狙うにはパワーが足りないので、別の構造を考えます。物を発射する構造といえばローラーと相場が決まっているので、いくつか試作した結果、回転数の違う2つのモーターでキャップを加速することで、キャップを回転させ安定して発射できることが分かりました。いわゆるジャイロ効果です。発射機構が決まったので構造を CAD で設計。3D プリンタで部品を生成して、最初の部品がなくなるまで修正して、いい感じに組み立てれば、ペットボトルキャップ11号完成。アトミックチューン2モーターとスプリントダッシュモーターを搭載。グリップは単3 2本の電池ボックスになっている。構造としてはトリガーと連動してキャップを押し出し、2つのスポンジタイヤでキャップを加速して発射する仕組み。早速的に向かって撃ってみる。外れ。リロードに手間取っている。外れ。的に当てるのは難しいけど、いい感じにキャップが飛んでくれるので十分遊べる完成度だと思う。さてここからさらに進化させたい。一番の不満は連続で撃てないことなので、装弾数を増加させることを考える。銃の構造にはいろんな種類があるけど、ここはやっぱりリボルバーでしょう。CAD 上で構造を考えていく。まずキャップを置いて、装弾数は5にしよう。これに合わせてシリンダーと、モーター類を配置。キャップを押すトリガーと、シリンダーを回転させるハンマーをつけて、外装と、電池ボックス兼グリップを作れば、CAD データの完成。シリンダーが大きすぎてリボルバーと言っていいのかという疑問があるけど、こういうのも嫌いじゃないのでよし。あとは1号機と同様に 3D プリンタで部品を生成して、組み立てていく。内部の構造は1号機と同様のトリガーに加えて、シリンダーを回転させるリンクを組み込んだ。円筒に掘られた溝にピンを押し付けながら動かすことで、ハンマーを引くたびにシリンダーを回転させることができる。最後に外装を取り付ければ、完成。トルクチューン2モーターとウルトラダッシュモーターを単3 2本で駆動。スイッチはトリガーガード下部に搭載。威力は素手で受けるとやや痛い程度。ハンマーを引くたびに弾が装填されるシングルアクション方式。有効射程はせいぜい3メートルくらい。リロードは横から直接入れる。本当はシリンダーが横に飛び出すスイングアウトをやりたかったけど、設計ができなかったので諦めた。命中精度はかなり微妙だけど、すぐに次の弾を撃てるので、両でカバーする方針ということにする。思っていたよりスムーズに装填できるし、大きいシリンダーがガチャガチャ動く感じが、個人的にはとても心地よい。おおむね満足したのでこれで完成とします。今回はペットボトルキャップを飛ばす銃を作りました。リロードや発射速度のばらつき、弾にジャムルなど、課題はいろいろあるけど、触ってて楽しいものができたので満足です。今後も何か作れたら作りたいなと思います。